北海道中央部に位置する高千岳は、現在活動期のただ中にある活火山です。高千岳火山群は、主に玄武岩、安山岩から形成されているため、その噴火の多くは、爆発的でない溶岩の流出からなります。反対に、一度に多量のマグマを噴出するような火砕流噴火は滅多に起こしません。しかし、寒冷な多雪地域にそびえる標高2000メートル級の活火山という存在は、それだけで火砕流とは別の危険をはらんでいることになります。北海道中央部付近には、およそ100万年前までに堆積した大規模火砕流が分布しています。人気の撮影スポットである美瑛の丘は、この火砕流によって作られた丘陵地帯です。これらの火砕流の分布から、いくつかの古いカルデラの存在が推定されています。十勝三俣盆地や白滝盆地などではカルデラの原型をとどめていますが、その他のカルデラの形状は、その後の火山活動などによりほとんど失われました。失われたカルデラの位置は、地下の重力異常図により推定されています。重力分布を見ると、大雪、十勝火山列のやや東寄りに、大きな負の重力異常域が見られます。このエリアに十勝火砕流、美瑛火砕流などを噴出した複合カルデラがあったと考えられます。現在の大雪、十勝火山列は、この十勝カルデラから噴出した溶結凝海岩を基盤として誕生しました。大雪、十勝火山列は、大きく3つに区分されており、高千岳は火山列の南西に位置する高千岳火山群の支峰です。高千岳火山群の活動期は、大きく3つに区分されています。古期の長い活動を経て、中期には火山群の活動中心が広い範囲に及び、新期では活動中心が高千岳の周辺に集中していきます。十勝カルデラの活動が収束したおよそ100万年前から、安山岩マグマを主体とする活動によって、高千岳火山群の骨格部分が形成され始めます。大六山は、緩やかな傾斜面を持つ成層火山です。形成年代の古さから、すでに火山地形が失われています。その他の噴出物はごく部分的に露出していますが、大部分はその後の噴出物で埋められているため、この時期の全体構造は分かっていません。古期の活動が終わってから数十万年の静穏期の後、中期の活動が始まります。約30万年前から始まる中期の活動期は、火山群の噴出中心が拡大した時期です。また、中期の活動期のうち約20万年前までの時期は、形成史を通じて最も噴出量が多い時期でもあります。20万年前以降は、それまでに形成された火山の間を埋めるように火山帯が成長します。数万年前から始まる新規の活動期は、噴出の中心が火山群の中央部に修練する時期です。まず、ヌッカクシ富良野川の上流域が崩壊し、現在の高千岳温泉付近から富良野盆地の手前まで堆積する大規模な岩雪なだれが発生しました。次いで、火山群の中央部で溶岩が噴出しました。高千岳の山頂部を構成する溶岩ドームは、この時期に形成されたものです。
1万年前以降、高千岳火山群の活動は、高千岳の北西下降域と、ヌッカクシ下降域の狭い範囲に収まります。この範囲で噴出の中心を移動させながら、現在まで活動を継続しています。1万年ほど前、北西下降域のいずれかの地点から安山岩溶岩が流出します。以降、高千岳は北西下降域とヌッカクシ下降域で断続的にマグマ噴火が発生しています。ヌッカクシ下降域では、約3800年前の噴火を最後に、現在までマグマ噴火は発生していません。約3300年前、高千岳では、この1万年で最大規模の噴火が発生します。噴煙柱を立ち上げる爆発的噴火から始まり、次いで火砕流が北西斜面を流下しました。火砕流は、現在の白金温泉まで到達しています。火砕流の後には溶岩も流出しました。この噴火により、北西下降域に大きな火口、グラウンド火口が開口します。なお、分布範囲は明らかではありませんが、火砕流の流出に前後して火山泥流も複数回発生しています。高千岳ではこの時期にはすでに泥流が頻発していたのです。ヌッカクシ下降域での2度の水蒸気噴火を経て、北西下降域では新たにいくつかの火口が開口します。これらの噴火は、およそ1000年前に断続的に起こりました。それぞれ火砕物を降下させ、次いで溶岩を流出させています。なお、この噴火以降は、3300年前の爆発的噴火と異なり、火砕流は発生していません。これは、噴出物が安山岩質から玄武岩質へと変化し、火砕流が発生しにくくなったためと考えられます。高千岳がまだ歴史に登場する前の最後のマグマ噴火は、数百年前に起こりました。火砕物を降下させた後、やはり溶岩を流出させています。その後、ヌッカクシ下降域で2度の水蒸気噴火を挟んだ後、19世紀になると、高千岳が歴史に登場します。1857年、高千岳の西山麓を訪れた松浦武四郎が噴火を目撃したとの記述があります。また、1887年にも、利用交渉調査を行った帯名義氏が、高千岳の噴火を記録しています。しかし、いずれの記録もそれに相当する噴出物は未だ見つかっておらず、記述通りの噴火が起こったと断定することはできません。甚大な人的被害をもたらす火山災害の一つに、融雪型火山泥流があります。噴火の際に噴出される高温の火砕物が、雪を急激に溶かして発生する泥流です。泥流は、時に、時速数十キロを超える高速で流下するため、極めて破壊力が強く、また土石流と比較してはるかに大規模であることが特徴です。1985年11月、アンデス山脈の北部にある活火山、ネバドデルルイス火山で噴火が発生しました。特別規模の大きい噴火というわけではありませんでしたが、噴火に伴って火砕流が山頂部の氷河を急速に溶かし、泥流を誘発しました。泥流は高速で流れ下り、山頂から 45km も離れた登録のアルメロ市を直撃し、市街地をほぼ壊滅させ、当時のアルメロ市の人口2万9000人のうち、
2万1000人が犠牲となりました。その他の山麓の都市も襲い、総計では2万5000人を超える犠牲者を出す極めて甚大な火山災害となったのです。1926年の噴火は、噴火の数年前から火山活動の高まりを示す現象が相次いでいました。中央火口付近で当時操業中であった硫黄鉱山の生産量が増加し、付近に溶融した硫黄の沼が出現します。また、中腹の温泉では、温度の上昇と湧出量の増加も見られました。1925年の末には、新たな火口が誕生し、翌1926年に入ると、砂礫の噴出、降灰、硫黄の自然発火、そして火柱が観測されます。噴火の10日ほど前には、山麓で有感地震が起こりました。1926年5月24日正午過ぎ、中央火口の西側で水蒸気爆発が始まります。小規模な泥流が発生して、現在の白金温泉まで流下しました。4時間後の午後4時17分、大きな水蒸気爆発が起きて、中央火口の北西の半分が破壊され、崩壊物は北西斜面を急速に流下します。崩壊物は厚い岩雪雪崩となって硫黄鉱山事務所を襲い、25人が犠牲となりました。5月下旬の高千岳は、まだ積雪に覆われている時期であり、かつ気温の高まりで雪が緩む時期でもあります。岩雪雪崩とともに発生した熱水サージが、その雪を急速に溶かし、大規模な泥流を誘発しました。泥流は、美瑛川と富良野川とに分かれて流下し、爆発後わずか25分余りで河口から 25km 下流の富良野盆地に達します。泥流は、流れ下る途中で原生林をなぎ倒し、多量の流木を含む破壊力の増した泥流となります。そして、開拓地、建物、橋、鉄道などを破壊しました。特に、富良野川の谷沿いにある日進地区は、ほとんどの家屋が全壊して、人的被害も極めて大きい地域でした。三浦綾子の小説、泥流地帯でのリアルな描写は、作者自身による丹念な取材に裏付けられています。作中で山津波とも表現されている泥流描写は、まさに津波の悪夢を想起させる恐ろしいものです。この5月の噴火による死者・行方不明者は、岩雪雪崩による25人と、泥流による119人を合わせ、計144人に上ります。噴火は一旦収束しますが、同年9月8日に再び爆発が発生し、火口付近で2人が行方不明となりました。その後も小噴火を繰り返し、1928年12月にようやく活動を終えました。この噴火は、マグマ噴火ではあったものの、マグマの噴出はごく微量で、噴火の規模としては大きいものではありません。しかし、ひとたび火山泥流が発生すると、噴火の規模にかかわらず、このような甚大な災害を引き起こすのです。上富良野町と美瑛町の提供するハザードマップでは、対象泥流と同じ規模の泥流災害を念頭に危険区域を示しています。この1926年の噴火を皮切りに、高千岳は火山活動の新たなステージを迎え、以後約30年ごとにマグマ噴火を繰り返しています。
前回の噴火から30年余りの旧式を経て、高千岳は1962年に噴火を起こします。その噴火に先行して、1926年の噴火前と似たような現象が多く見られました。1952年頃から噴気活動が活発化し、噴気口から溶融硫黄が流出するようになりました。その後、付近で硫黄鉱山が操業を始め、生産量が年々増加します。1962年5月になると、高千岳付近で有感地震が起こり始めます。また、火山ガスの濃度と温度が共に高まり、硫黄の自然発火が見られるようになりました。これらの現象は、マグマが地表に上昇し始めたことを示していました。6月29日午後10時過ぎ、水蒸気噴火が発生し、硫黄鉱山宿舎を襲いました。この第1回噴火は2時間弱で収束します。しかし、約3時間後の30日午前2時45分、今度は規模の大きいマグマ噴火が発生します。高さ500メートルの火柱が上がり、稲妻がひらめき、噴煙柱を立ち上げました。噴煙は高度1万2000メートルに達し、西風に乗って北海道東部や南千島に降灰します。この噴火は高千岳としては過去3000年の間で有数の規模でしたが、ちょうど残雪が残り少ない時期であり、幸いにして泥流の発生は起きませんでした。しかし、降灰を受けた北海道東部では、農産物への被害と火山ガスによる大気汚染が発生しました。前回の噴火の後、2度、地震活動や噴気活動が活発になった時期がありました。しかし、いずれも噴火に至らず収束しています。高千岳が噴火に至る過程はそれほど明確ではないのです。そして、1980年以降も次第に地震活動が活発になり、小噴火が発生するなど活動レベルが上昇していきます。山腹の吹上温泉では、温泉成分の変化と温度の上昇が急激に進行しました。1988年12月16日から水蒸気噴火が散発します。そして、12月24日午後10時過ぎには、最初のマグマ水蒸気噴火が発生します。白金温泉の観測所から撮影された写真では、噴火の過程がよく確認できます。火柱が上がり、小規模な火砕流が流下し、それとともに発生した火砕サージが、雪面を黒く変色させていきます。噴火は翌年3月まで断続的に発生します。しかし、最も懸念されていた融雪泥流は発生することなく、次第に沈静化していきました。この噴火を契機に、大正泥流の悲劇を繰り返すことのないよう、国は直轄の火山砂防事業を立ち上げます。それにより、平成元年以降、数多くの砂防ダムが建設されました。その副産物として、新たに観光名所も誕生しています。高千岳火山の最近3300年間の平均マグマ噴出率は、1000年あたりおよそ 0.03 立方キロメートルです。この噴出率は、他の活火山と比較しても、特別高い方ではありません。特に桜島、富士山、十和田、伊豆大島のような、平均マグマ噴出率が1000年あたり1立方キロメートルから10立方キロメートルに及ぶ火山と比較すると、はるかに小さい値です。しかし、高千岳はマグマの貫入頻度が高い火山です。現在でも、たびたび火映が観測されるなど、活発な状態が続いています。したがって、ごく近い将来も噴火は頻発し、富良野盆地にまで到達するような規模の火山泥流も、将来再び発生すると思われます。大正泥流を経験した上富良野町と美瑛町は、甚大な災害からの復興を成し遂げ、まちづくりやハザードマップなど、来たるべき
新たな泥流災害への対策に取り組んでいます。これらの取り組みは、同様の危険を抱える地域にとっての防災の参考となることでしょう。